まあちょっと預かるものがあるんで。はい。多分そんなにお時間いただかずに終わると思います。はい。まれびとの監修だけでなく番長シリーズのホラー番長の監修全部そうです。はい。はいはい、もうこのさらでは始めます。はい。はい。では今回そういうふうにホラー番長シリーズの監修をなさっていて、今回のこのまれびとの監修もなされたようですけど、それについて一言。まれびとを作るにあたってのこれは脚本家の小中千秋さんという方と最初に話したんですけども、小中千秋さんという人は、日本の、今 J ホラーって呼ばれてるものの、原点になるような作品をオリジナルビデオシネマって言って分かるんですかね。オリジナルビデオシネマで、80年代末ぐらいからずっと作ってたパイオニア的な存在の人なんですけども、その方ととにかく清水崇を組ませようというのが僕の狙いでした。で小中さんも僕も考えてたことは同じで、清水崇に厳密な意味での長編を撮らせたいということでした。それ以前にも彼は呪怨にせよ呪怨2にせよ、それは長編映画としてはもちろん流通してるんですけども、構造としてはやっぱり短編を組み合わせた映画であって厳密な意味での長編ではないなという。で、清水はどっちかというとひょっとしたら短編向きの作家なのかもしれないっていう、こともあって、一回その清水がその新しい、段階に入る上で長編を撮ってみるってことは重要なんじゃないかっていう。それでそのホラー番長シリーズっていうレベルはあくまで商品っていうことだけではなくて実験的なことも目指せる土壌だったんで、その長編を撮るってことをねまずやってみようということで小中さんに本をお願いしたという次第ですね。はい。では具体的にはその監修ということはどういうことをなさったわけですか、具体的に。今回ホラー番長全体のですか、まれびとの。まれびとのですね。まれびとに関してはもう小中さんが本をやってくれる。だからその清水と小中さんを出会わせて、3人で基本的な方向性を決めたところでもうあとはお任せでした。特に本を読んで僕がああだこうだ言うこともなかったし、そのどういう制作体制で行った方がいいかとかそういうことも全部もう清水はもうプロフェッショナルだったんでそこはお任せで大丈夫だったですね。ということはそのシナリオ自体にも別にそのアドバイスをしたとか読んでみてから何か手直しを、されたとかそういうことはないんですか。小中さんのシナリオが上がってきてもう要するにこちらが期待してたのはその小中さんにとっても普通の商業映画の枠ではできないような一種自分の内面世界を全部ぶち込むようなものを書いてきたんで、まさにそういうものをやってほしかったわけだから、特にそこでどうこうってことは言わなかったんですよね。でむしろ問題はその予算とか日数にどうはめていくかであって、ちょうど清水がそのハリウッド版の呪怨ザ・グラッジっていうのを撮影が並行して進んでたんで物理的にもう直したり打ち合わせする小中さんと清水の間でキャッチボールをするっていう時間も正直とない中でのドタバタの作業だったんですけども、そこはそのプロデューサーの方が頑張ってまとめてくれて、僕は僕で自分の映画を撮ってたんでそういうところではなかったっていうことでした。実際にこの映画の撮影期間は8日間ぐらいと聞いてますけれども、やはりそういう中でですねどういうところに注意して、監修の立場ではあられるわけですけれども、現場にはいらっしゃったんですよね。いや現場行ってないですよ。現場に行ってないです。もう入れてpas sur le tournage。じゃあ準備期間ですね。準備期間でもやはりその8日間で観光するっていうことどういうことに重点を置いて気をつけて。ですね、たった8日間ですからいわゆる地下迷宮とかですねロケが大変な場所が、普通のシナリオとして読んだら、ロケの大変な場所がいっぱい出てくるわけですね。でそれは
地下道とか廃墟とかそういうところに、行かねばならない、まともな考え方をするとですね、で僕がその小永さんと清水に提案したのは、ただこのホラー番長シリーズというのはまともじゃない作り方をしていいのだと、言ってみれば自主映画って何て言ったらいいんですかね、アンダーグラウンドムービーの、作り方をしていいのだから、例えば極端に言えば、画面真っ暗でいいんじゃないかと、画面真っ暗でセリフだけ聞こえるっていう、そういう、ラジオドラマのような、展開でもいいんではないかと。そうすると制作費は安くなるし撮影もしないで済むっていうようなことを提案したんですけど、清水は真面目でちゃんと全部そういう場所見つけてきて行って撮りました。だからたった8日間なんですけども、もっとバジェットの大きい映画の撮り方をしてます。でそこはもう一種低予算映画を作り続けてきた清水の職人芸で成り立ってると思いますね。はい、はい、では、ありがとうございます。この、ホラー番長シリーズというのが今のその日本の映画のね制作の中で一つの得意ジャンルというか看板ジャンルみたいなものになってきていると思うんですが、はい、それについてはどう思われますか？いわゆる J ホラーというブランドが世界的に認知されたっていうことですよね。でそれに関してはその10年ぐらい前にそれこそさっきお話しした小永千秋さんや黒沢清さんや、僕やあと鶴田紀夫さんっていうそういった方たちがオリジナルビデオの世界から始めたある種の運動だったんですこれは。でその運動の内実というのはつまりオリジナルビデオシネマっていうのはこれまた極めて低予算の世界ですからお金をかけないでどうやって映画を作っていくかっていうことが一つ問題としてあって、でもう一つの問題としては、やっぱり本当に怖いって何だろうと、その映画において本当に怖いって何だろうかっていう、そういうことをずっと話し合っていて仲間内で。でやっぱり幽霊であると。例えばねでそれは、我々が例えばその都市伝説のようにしてリアルにこう感じているいわゆる心霊実話っていうものではないかっていう。でそういう心霊実話的なディティールをたくさん集めてきて、そのリアリティをいかに映像で表現するかっていうことを方法論として試したわけですよね。だからそれ以前のホラー映画であれば例えば幽霊が出たりする。だけど、多くの人の認識としては幽霊はなんで怖いかって言ったらそれはその襲ってくるから怖い、その人間に向かって襲ってくるから怖いっていう、そういう見せ方だから、その襲ってくるところが見せ場だったわけですけども、その我々の考え方はそうではなくて、いや幽霊がそこにいるっていうことが怖いんだっていう、ポーンと立ってるぼーっと立ってるだけで怖い、そのショットで勝負をするのであるっていう、そういう考え方で、いわゆる心霊実話テイストと自分たちの間では呼んでたんですけども、そういう映画の作り方をやってたわけですね。で僕の作品で言えばそれは脚本作品ですけど、それは女優であったりリングであったりしたわけなんですけども、それがなんかこう、アメリカとかヨーロッパである種受け入れられて、その黒沢さんで言えば高齢とかねですよね、回路とかああいう表現が海外で受け入れられて、ある種多分それがジャパニーズテイストなんだというふうに、解釈されて J ホラーっていう名前で広まってるように思うんですけども、僕らから言わせればいや決してジャパニーズではないっていう感覚なんですね。むしろそういう今話したような心霊実話的な表現を映画の中で先駆的にやってたのはイギリスの幽霊映画であったりアメリカの幽霊映画であったり、ロバート・マイズの「ホンティング」「タタリ」っていう映画とかだったんですよね。だからその J って
あえて言われること、ジャパニーズって言われることはちょっと違和感があるんですね。実は誰にとってもリアリティのあることを、だから本当に怖さのリアリティってことを追求していった結果、こういう表現に行き着いたんだということなんですよね。その日本社会をすごく反映しているということでもないんですか、日本のリアリティを。まあ我々もね、我々の生きてる空間の中でフィクションを発想するわけですから、当然日本の社会の現状っていうのは反映されてきはするんですけれども、じゃあそれは例えば井戸が出てくるからこれはジャパニーズであるということではないと思うんで、それはアメリカ人にとってもヨーロッパ人にとっても井戸ってやっぱりある怖い想像力を誘発するものだと思うんですよね。で幽霊っていうのも、今や白い服着た髪の長い女が現れるとミラジュ法のビッチとかは指さしてジュオーンって叫ぶらしいんですけどもでもそれだってああいう白い服を着た女の幽霊って日本に限らないと思うんですね。欧米の幽霊譚にもしょっちゅう出てくるある怖いイメージではあると。だから非常に普遍的なことを実はやってるというふうに思ってたんで、何か日本的なものが受けてるっていうわけではないと思うんですね。ただそういう手法をまあ90年代以降取り入れた先駆的にやったのが日本だったっていうだけのことだと思うんですよ。はい、では世界的にも、ホラー映画というのは今、ヒットというか、ブームを起こしているわけですけど、それはやはり DVD の普及ということも大きく関わってくると思いますか？まあビデオの時代からね、それはだから DVD になったからっていうわけでもないと思うんですけども、ただやっぱりある種その J ホラーっていう名前がついてこう大きなマーケットで売れ始めたあたりから、そのずっとやってる僕たちが感じてる違和感ではあるんですけども、最初はさっき言ったようにリアルに怖いっていうね、深刻に怖い。例えば映画を見終わって家に帰って、部屋で一人になるた時には怖いっていうね、そういうぐらいその後に引きずる恐怖感というか、その自分の身に迫ってくるような恐怖感っていうのを映画で体験させようということが狙いだったわけですけども、やっぱりあるマスに対して多くの人に対して、理解されていく受け入れられていく怖さっていうのはそういう尾を引くものではなくてサプライズびっくりっていうことにこう軸足がこう動いてきてる感じがしますね。でつまり映画を見て不意打ちでびっくりさせるっていうことはありますよね、ホラー映画でね。でわーってみんな驚く、場内がざわめくっていう。で怖かったって言ってお客さんは映画館から帰ってくるんだけども、僕らに言わせるといやそれびっくりしただけだろっていう感じはする。それはみんな一つのエンターテインメントを消費してで家に帰ってもう忘れてるっていうね感じがちょっとする。でそのホラーブームっていうのがやっぱりそっちのサプライズの方に今傾いて、消費されるものになってってるのかなっていう、その辺の違和感は多少あって、なんかもう一回そのいや深刻に怖いんだっていう方向にもう一回こう軸足を戻したい感じはしてますけどね。Vous avez posé toutes les questions. Oui, Est-ce que vous merci avez beaucoup. d'autres? Non, c'est bien. Bien. Non, c'est bien. Et son film fait partie aussi d'une série, c'est ça? ソダムの1この作品もこれもやっぱり番長シリーズの一本なんですね。Oui. Pas très bien. Mais je souhaite du succès pour son film. Et puis merci beaucoup. Il est sorti déjà. Il est déjà sorti. そのソダムの1はどうですか、反応というか観客の。観客はですね、笑う人と怒る人がいました。なぜですか？笑う人はですね、これも日本語で言うのとバカ映画って言うんですけどなんて言ったらいいんでしょうね。
バカ映画っていうか、要するにつまりそのくだらないことをあえてやってて、それがキッチンでおかしいという受け止め方で笑う人と、なんてくだらないんだと言って怒る人とに分かれるわけですよね。だけども、作った我々が狙ったのはそのどっちでもなかったんですね。みんなにそのくだらないから笑ってくれっていうのでもないし、もちろん怒ってくれでもなくて、そのなんか、いや映画ってこれくらいくだらなくてもありなんじゃないかっていうことを真剣に提案しようとした映画だったんですね。でやっぱり最後は泣いてほしかったっていうのがあってでもそういうふうに受け止めてくれた人たちももちろんいる。ただやっぱりそれはやはりマスではないんですね。やっぱり物事は分かりやすい方向に、反応とは分かりやすい方向に分かれていっちゃうなっていうのがありましたね。はい、どうも。暑いですね。いやいやいや。汗がした。以上です。どうも。